現在の剣道をやっておられる方々の大部分、つまり現在では戦後約70年と言われる現在、そういうことは、現在の世界的に、大勢の人がやっておられる剣道というものが、ほとんどの人が戦後の剣道を習っているということで、戦前の剣道というものと戦後の剣道というものをどこが違うのかということをやはり理解をしておく必要があると。ところが現在それが案外に理解されてない。なぜされてないのか。これは、戦後に新しくできた剣道として習い始めて、それが徐々に、旧来の昔の剣道に変えていったということがあるので、案外それが知られてない。それをやっぱりきちっとしっかりと理解しておく必要があると。これがまず現在と過去との混乱、これをなくしていく一番大事なことではないか、このように思っています。現在の剣道というものはできるだけ、剣という刀というこの意識を持たせないためのことから始まったと。これが実情なんですね。それが徐々に、5年10年と経過している間に剣というものの方向に、持ってこられたけれども、最初の間は剣という刀というもの、これの観念を極力排除していこうということが、戦後の剣道の第一目的であった。したがって、剣道という名称も初めはそういう名称は使わなかった。剣道という名称を使い出したのは、昭和29年以降。それまでは刀という観念、これを極力使わないようにしていった。これが一番の着眼点ですね。そして、その着眼点からすると、剣道でいう敵討ち、そういうふうな言葉も極力使わないようにしていった。ただ単に、八つ割り、あるいはその前の16割の竹刀で、竹刀という言葉も使った。その竹刀で叩き合いをして、どちらが点数をたくさん取ったかということを競争していったと。これが戦後の剣道と戦前の剣道とのもう最大の違いですね。そして戦前の剣道というものは有効打突というもの、いわゆる刀を持って相手を斬る、刀を持って相手を斬る、これが
有効打突であって、それ以外のもの、これは高く評価をしなかったと、高く評価しないというよりも、付随的なものとして、評価した、そういうものであったということですね。明治時代から後、昭和に入るまで、それから、昭和に入ってからも昭和10年代ぐらいまでの剣道というものを端的に表したものが日本剣道型というもので、この日本大日本帝国剣道型とこういうものの中には、現在の、剣道の1本目、いわゆる第1本、第2本、第3本という、それは、含まれてない旧来の各流派の武道、これを採用して、それを教本にしておったと。それを、徳川時代という太平の世の中、これを経過をして、徳治主義、徳というのは徳本の徳ですね。徳治主義というものに基づいて、剣道というものを語っていこうと、理解されようということのために、第1本、第2本、第3本という従来の剣道の中にない型、これを取り入れていったと。その第1本というこのものは、正しいことを正しく表現するための、技術、これを第1本としたと。第2本、この第2本になると、正しいことを正しいと表現をするためとは言いながら、やはりそこに慈悲自害というものが欠けては、徳治主義、徳治という主義に当てはまらない、そういうことで慈悲自害というものを第2本に取り上げていったと。そして正しいことを正しいと表現をする、その流れから言うと、正しいことを正しいと表現をし、それに慈悲自害というものが加わらなければならないということで、その次の段階としては、実際に相手を刀で切らないで相手を屈服させる方法というか、そういう刀によらないで相手を、参りましたというふうに仕上げていく方法、これが第3本であると。そこまでが従来の剣術、剣道にない最大の特徴である。これが剣道というものの、剣道という言葉の起こりでもあると。それまでは剣術と言っておった。それを剣道という道に従った勝ち負けという名称に
変革していったと、そういうことがまず大前提にある。そういうことが案外に理解されていない、従来の剣道というものも現在の剣道というものも1本目2本目3本目というもの、このものがそのまま昔からあったものというふうに理解されておる。そこに大変な違いがある。それを理解をすべきであると、私はそのように思っております。